はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、連休後どうなる？高 IR 発表銘柄、その2と題してお送りいたします。はじめに、桜インターネット、証券コード3778についてお話しします。桜インターネットは、データセンター運営を主軸とする企業です。先日、経済産業省から AI 開発のためのスーパーコンピューター整備に関連して補助金が支給されることが発表されました。具体的には、桜インターネットを含む5社に合計で725億円の補助が行われる予定です。5社の中で一番多く補助金を受け取るのがこの桜インターネットで、金額は最大で500億円以上になります。先日の決算発表で25年3月期の経常利益が前期比 2.6 倍の 19.6 億円に拡大する見込みと報告されました。同時に 3.5 円を4円に増配するとも発表もありました。株価については3月7日に 1980 円の高値をつけましたが、その後は下落傾向で4月4日に 4240 円の安値をつけています。生成 AI 関連銘柄の中心的存在なので、まだまだここから上昇要素はあると見ています。それでは AI による株価の予想です。現在の株価5250円に対して目標株価は3376円でマイナス 35.7% の下落余地があります。 AI は長期的な下値を示しているので買い値の目安にしてください。次にオリエンタルランド証券コード4661についてお話しします。言わずと知れた夢の国の運営会社ですね。インフレとともに入場料も上昇していますが、相変わらずの人気ぶりでコロナ明けから業績は上向いています。決算発表で4期連続の増収、3期連続の増益となり、増配の発表もありました。特殊な企業のため、受給で株価が決まりますから、指標を見ても割高な感じです。1年前に株式分割を行いましたが、それでも1単元で50万円近く必要です。お待ちかねの株主優待は、100株を3年以上保有で、ワンデーパスポートが年1枚いただけます。500株から1万2000株保有まで、保有株数に応じて、いただける枚数が変わってきます。調べてみると、ゴールデンウィーク中のワンデーパスポートは1万円くらいするんですね。何かの記事で読みましたが、現在のレジャーは二極化しているそうです。大金を払ってアミューズメントパークに行くそうと、近場の安価な遊戯施設に行くそうなんだそうです。そのため、大金を払う人たちは、少々の値上げなど関係なく、リピートしてくれるのだそうです。これが、業績好調の理由なのでしょうね。ちなみに私は、近場のラウンド1に行くそうです。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、4654円に対して、目標株価は5214円で、12% の上昇余地があります。ファンの人にとっては、値段に関係なく、永久保有する銘柄でしょうね。最後は、ソフトバンク、証券コード9434についてお話しします。ソフトバンクは、携帯キャリア大手3社、4社の一角で通信ネットワーク基盤を運営しています。ソフトバンクは25日に1対10の株式分割を9月末を基準日として実施することを発表しました。現在の株価は 1878.5 円なので2万円以下で100株1単元を購入することができるようになります。また、株主優待の新設も発表しました。ただ、新設とは言いますが、以前は携帯電話の基本料を割り引くなどの優待がありました。今でも保有していますが、2019年に優待が廃止されたことをきっかけに、携帯キャリアは変更しました。現在は、リグも利用しています。もちろん、株主優待割引もありますので、気になる方は、過去の動画をご覧ください。今回の優待内容は、PayPayポイントを1000ポイント、1000円相当いただけるそうです。1年以上の保有が条件ですが、いろいろな場面で利用できるので、税金のかからない配当金といった感じですね。もともと孫会長のお財布であるソフトバンクは高い配当金を出し続けています。今期も
87.5% の高い配当成功を予定しています。配当だけでも利回りは 4.5% 以上ですが、提携ポイントを1000円分加えると100株の総合利回りは 5.1% になります。業績はそれほど良くありませんが、これだけ携帯電話が普及したら今後契約者数が大幅に伸びることもないでしょう。まあこれだけの規模のキャリアになるとちょっとやそっとでは倒産することもないでしょうね。大手4社の残り1社は分かりませんけど、それでは AI による株価の予想です。現在の株価 1878.5 円に対して目標株価は1900円で 1.1% の上昇余地があります。分割予定日の9月末に向けて上昇していくでしょうね。今回も決算発表が続く中、気になる IR 発表銘柄を取り上げてみました。さて、以前から予告した通り、連休明けまでしばらく動画の更新をお休みさせていただきます。皆さんは連休中の予定はどうなっていますか？お出かけする人、ゆっくり過ごす人、中にはお仕事だって人もいますでしょうか？私たちのグループはしばらくお休みです。では、連休明けの動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。